七き。それにしても人間に信仰されるっていうのはほんと難しいもんじゃのう。私も神通力1200まではどうにか溜まったんですが、ご利益を与え続けると人間がだんだんご利益慣れしちゃって逆に与えないと下がるようになってきちゃったんですよね。ちょっと与えない日が続くと殴られますもん。そんなに。あとご利益慣れとかあるんだ。ほう、ご利益慣れか。ご利益がそんな薬の効果みたいな感じなんじゃったら、逆にプラシーボ効果みたいなのもあるかもしれんの。最初のうちはちゃんと杖からご利益の光を出しておいて、だんだんただ発光するだけの棒を置いといても、ご利益だと体が勘違いして勝手に神通力が溜まるようになるとか。わしそれ考えて杖そっくりな形の LED で発光する棒を置いといたけど、クリスマス用だったから七色に点滅してバレて殴られたわい。殴られるのってもう日常の風景なの。喉を殴られるんじゃ。ねえ、喉は鍛えようがないですからね。というか、寿老人さん、なんか顔緑色くないですか？そうじゃよ。あまりに信仰されなさすぎて神通力がマイナスになって妖怪になったんじゃ。そうなんだ。今妖怪なの？そうじゃよ。神の神通力と妖怪の妖力は測定基準は一緒なんじゃが、0より上に伸びる力が神通力、下に伸びる力が妖力なんじゃ。俺、妖怪が神として崇められるようになることってあるじゃろ？あれは0から上に触れて妖力が神通力に変わったってことなんじゃ。わしはその逆のケースってわけ。なるほどね。妖怪になって大丈夫なの？まだ3日目くらいじゃから今のところ支障はないんじゃが、肌の色が服の色と被ったことくらいかの。でもいいこともあって、塩分を控えるようになったから血圧が安定してきたんじゃ。なんで塩分を控えるの？溶けるじゃろ。悪霊って塩で溶けて浄化するじゃろ。じゃからあんまり塩分を取りすぎると浄化してしまうんじゃ。だいたい3グラムくらいで浄化する。ちなみに妖力ってすぐプラスの神通力の方に戻せそうなんですか？今妖力どれくらいなんです？ 12万じゃ。いや、すでに大妖怪！プラスの神通力の時は134とかだったのに、もともと妖怪の素質の方があったんじゃないですか！宝船燃えちゃったから、福禄寿さんにせっかく新しいの作ってもらったけど、それじゃあしばらく動かせないわね。てへぺろ。大衆居酒屋ヤマタノオロチのスサノオさんから羅針。恵比寿さんと大黒天さんが塩で浄化しました。恵比寿くんと大黒天くん、塩で浄化しちゃったんだって。どうなるんだっけ？確か死んでこの世から旅立った後はまず三途の川へ行って、その後天国とか地獄とか決める閻魔大王とか10人の獣王が審判をするんじゃ。寿老人さん、詳しいのね。この前わし三途の川行ったじゃろ。その時脱エヴァのバイクのケツに乗せてもらって地獄巡りしてきたんじゃ。そうなんだ。恵比寿くんと大黒天くん、どの辺まで行っちゃったかな。バイクってことは結構遠そうね。いや、獣王のとこから地獄までは遠いんじゃが、獣王のとこまではすぐじゃ。俺、いつも行くカラオケ若広場の裏に川が流れとるじゃろ。あれ、三途の川じゃ。あそこを渡るともうこの世じゃないんですか？で、その隣に河原あるじゃろ。あれが西の河原ね。その近くに西の川ぜり屋見えるじゃろ。獣王全員おる。そこに。この世よりに密集しすぎじゃない？ほんじゃ、助けに行こうかの。そうじゃな。一眠りして明日出発しようか。そうね。私もお風呂入ったり準備してるわ。オッケー。ここが閻魔大王たち獣王のいる西の川ぜり屋ね。あれ？寿老人さんと福禄寿さんは？布団から出られないので後から行けたら行くそうです。オッケー、じゃあ行こっか。ウィーン、いらっしゃいませ。何名様ですか？3名なんですけど、待ち合わせです。かしこまりました。お席の方へどうぞ。あそこドリンクバーの近くに座ってるの閻魔大王じゃないですかね。すいません。はい。亡者の方？天国にする？それとも地獄？亡者ではなくて、知り合いがここに来てないかお聞きしたいんですけども、閻魔大王さんですよね。
うん、閻魔大王だよ。知り合いってどんな方？太陽を持っている男性と米俵に座っている男性の二人組なんですけど、ああ、来た来た。なんか自分が天国に行くためにお互い相手の評価を落として自分をよく見せようと悪口合戦始まってたから、とりあえず地獄に落としといたよ。あら、そうなんですね。どの地獄かわかります？すいません。店員さん、さっきお願いした注文確認したいんですけど。はい、先ほどのご注文ですね。こちらが先ほどの注文用紙です。メニュー番号が MGJ01。すいません。MGJ01 って何でしたっけ？無限地獄です。ああ、八大地獄の最下層にあって最も大きく恐ろしい責め苦を4億3200万年の8万倍受け続ける地獄で、他の地獄のすべての苦しみの合計の1000倍以上の無限地獄か。あら、大変じゃない。閻魔大王さん、いつも適当に落とす地獄決めるのをやめなさいよ。ごめん。理由を今度からちゃんと考えて地獄に落とすようにしないとね。ラッキー天国行きの場合もね。そうですよ。ちゃんと罪の種類や重さに応じて落とす地獄が決まってるんですからね。嘘つきが落ちる地獄とか、盗みをした人が落ちる地獄とか。誤信をしないよう気をつけないといけないというわけか。理不尽だと思われない審判を心がけよう。ラクダの背中みたいに審判の正確さに山があったり谷があったりしないよう気をつけよう。いや。まあでも、地獄も6万4000の地獄の種類があるっていう説もありますからね。ご存知の方いました？理解しがたいですよね。ラー油ぶちまけちゃいそうだな。待てよ。え？なんだよ。なんでお前さっきからゴリラであいうえお作文してんだよ。ごめん。了解しました。ラテでも飲む？ゴリラであいうえお作文すんなよ。ちゃんと正確な審判を下せる方法を考えろよ。豪快な態度で臨みつつも、ゴリラであいうえお作文しそうじゃねえかよ。理性も併せ持った判断をする。ゴリラであいうえお作文するだろ絶対。ラザニアのようにその二つを織り交ぜよう。ゴリラであいうえお作文すんなよ。あとさっきからゴリラのあいうえお作文のラのパートもっと頑張れよ。なんだよラザニアのようにとかラッキー天国行きとか山あり谷ありをラクダの背中で例えないだろ。そんなこと言われても、ドゥーシュー。ちゃんとやんないと。そもそもなんでゴリラであいうえお作文してんのかもよくわかんねえしよ。ゴリラっていうのは、理由は何であれ。ラッパが上手。ラのパート頑張れよ。あとお前、ゴリラのあいうえお作文にゴリラ入れんなよ。もうそんなに怒られちゃったら、ドゥーシュー。もうほんと、ドゥーシュー。ちゃんと言えよ。どうしようって、ちゃんと言えよ。ドゥーシュー。ちゃんと言えよ。ドゥーシューとか言ってたらダメだよ。ゴリシュー。ゴリシューってなんだよ。終わった？はい、お待たせしました。無限地獄から二人を助ける方法ってあります？そうだね。まあ、適当に落としちゃった責任は私にあるから、なんとかしないとね。ヘイシンリー、無限地獄から助ける方法を教えて。仏様が糸で引っ張り上げることができます。なるほどね。すぐメールするから、ちょっと待って。近くのカラオケいるからすぐ来てくれるって。よかった。ウィン、いらっしゃいませ。こっち。あ、それ如来かな？菩薩かな？如来かな？菩薩かな？どうも、如来か菩薩かわからないものでございます。皆さん、如来と菩薩の違いよくわかってないでしょう。如来かなーと思ったら菩薩だったり、菩薩かなーと思ったら如来だったり。ちなみにどっちだと思います？如来？如来？どっちかなあ、それ如来かな？菩薩かな？如来かな？菩薩かな？改めまして、皆さんこんにちは。私の名前は、シャーか。ショートコント、歯医者。歯が痛いな。でもお母さんにバレたら歯医者に行けって言われるから黙っとこ。聞いたわよ。お母さん、行きなさい歯医者。でも痛いのやだよ。行きなさい歯医者。シャーか。
終わった？はい、お待たせしました。こちらの方のお知り合いが手違いで無限地獄に落ちちゃって、糸で引っ張り上げてほしいんだ。いいわよ、いいわよ。糸ってね、生前その人が何かいい行いをしてれば、それに関係した糸を出せるのね。例えば昔、神田田という人が地獄に落とされたのね。神田田は生前、雲を助けたことがあったの。だからね、私、雲の糸を出したの。お知り合いの方は何かいい行いをなすったかしら？いいこと。私が苦手な納豆を代わりに食べてくれました。あら、いいじゃない。それでは納豆の糸を出して差し上げますわ。それ！おい罪人、さっさと釜に落ちやがれ。へへーんだ。凄まじい粘着力の油足を持つ俺たちを落とせるもんなら落としてみやがれ。これが無限地獄？もっと深い地獄はないんですか？だいたい釜で煮るってなんだよ。釜を火で沸かす工程無駄だろ。直接火炙りする方が効率的だろ。くそー！それ納豆？うわ、ぬるぬるする。足がちょっと落ちる。うわI'll be back。 この後4億3200万年の8万倍恐ろしい攻めくを受け続ける3人だけど、それもまたラッキー。7ラキ7ラキ。ご利益はあんだかねんだか知らねえが再戦。チャリンゴエンダム左遷。こんなもんじゃ幸せになろうとしちゃって、軽々しく奇跡と呼びたくなるようなあの偶然も誰かの解体だ。何のため？やめろよ、やめたけりゃ。だって安い今日に俺ら命かけた。一プッシュ記録しろカメラ。情けない姿も全て収めな。やったやってないの水かけろんじゃ。最後まで折れなかった方の勝ちだ。我らジャパニーズレイジナルレイジャン。癖になるぜ今を買い解くだ奥さん。安心安全の国産プラン。欲張るのまだあるよたくさん。枕濡らすなタフじゃなきゃな。今はの気はまだ笑わしたるわ。せいぜい100X程度のボーノ全て満たしてギャルで遊ぼう。ラッキーボーイラッキーガール